イベスティ、こんにちは、花だよ。本日スペシャルゲスト見て、マイクいつもちっちゃいピンマイクでこうやって喋ってたんだけど、持ってるとガサガサ言うし、大きいマイク欲しいなってずっと思ってて、こちらのマイクを購入しましたので、このマイクを今日は使いながら動画撮ろうかなって思っております。はい。で、今日は何をやるのかと言いますと、質問コーナーは私の YouTube の登録者数が1万人になった時に Instagram のストーリーの質問箱みたいなのあるじゃん。それで募集したのだけど、今 YouTube の登録者数見たら1万9000人ぐらいになってたの。本当にありがとうございます。私のインスタグラムのアカウントが2個あって、一つはキティバニーハンナっていうイラストだけを上げてるアカウントで、もう一つがプライベートのアカウントがあるんだけど、その2つで募集したから、ちょっと絵の質問と他の質問ちょっとミックスになっちゃってるんだけど、選別するの大変だったから全部ファーって答えるね。ごめん、ヘッドホンつけて聞いた方が自分の声わかるから、ちょっと今日ヘッドホンつけながらやっていい？質問返していくね。自己紹介お願いします。自己紹介。私の名前はハンナです。2005年の3月4日生まれの18歳です。活動は主に SNS を中心にイラストの発信をしたり、自分の考えとかファッションとかを発信したりしてます。学生です。自分のロールモデルはいる？ロールモデルはもうこの人だけを見るみたいなのはないんだけど、みんなも知ってる通りテイラーはロールモデルっていうか考え方もすごく素敵だから、私はすごく尊敬しているし、ロールモデルかな。ロールモデルテイラーで、ファッションのロールモデルはベラ・ハディットっていう海外のモデルの女の子がすごく好きで、彼女のファッションをすごく尊敬しております。彼女のファッションを取り入れることが多いかな。ローライズの可愛い履きこなし方教えてください。ローライズのズボン私めちゃくちゃ好きなんだけど、履きこなし方、ローライズのジーンズとかを履くときは上は絶対にピチッとしたお洋服を着るかな。それでお腹は少し出したい。なんかこんくらい出したいの、わかる？なんかね、お腹の下の骨あるじゃん。あそこら辺の隙間だけ出して、上はぴっちりした服を着るっていうバランスのファッションがすごく好き。たまらなく可愛いです。ありがとうございます。最新の海外髪型トレンドは何ですか？わかんない。海外トレンド、どうだろう。わかんないけど、でも最近はトレンドか全然わかんないんだけど、デュアリパいるじゃん。デュアリパ大好きなんだけど、デュアリパがチェリーみたいな髪色に染めてたのわかる？赤い髪色にしててめっちゃ可愛いって思った。トレンドかわかんないけどね、私はあの髪型にしたいなって思った。でもなんかシャンプーする時とかさ、めちゃくちゃ色落ちするとか聞いて、私の友達が一回赤い髪に染めてたことがあったんだけど、枕にめちゃくちゃ赤ついてて、なんか大変そうと思ってあんまり手出せてないけど、デュアが可愛すぎるからやりたいなって思ってます。バイトでミスった時の立ち直り方があれば教えてください。バイトは別にいつでも辞めれるっていうモチベーションで私はやってた。バイトってさ、一番店長がいて、スタッフが、社員さんがいて、で一番下がバイトで、一番安いお金で雇われてるわけ、一番安いお金で雇われてるわけじゃん。だから別にいつ辞めてもいいしっていうマインドだから、そのバイトに固執する必要ないんじゃないかなって思うから、ミスっても別にいつでも辞めれるし、明日とりあえず今日だけやってみようぐらいの気持ちでやった方がいいと思う。なんかバイトにそんなに固執しない方がいいと思う。わかんない、私だけわかんないけど、私はそのマインドでやってたら結構楽だと思います。自分の絵柄を確立するために心がけたことや
したことがあったら教えてください。ありがとうございます。自分の絵柄を確立するためにやったのは絵をいっぱい描くことかな。私のイラストの活動を始めたのは半年前、4ヶ月前かな、そのくらい、結構最近始めたんだけど、それまでも高校生の頃からインスタグラムのアカウントを持ってて投稿はしてたの。だけど全然絵柄違くて、3月はこういう感じで、4月はこういう感じでみたいな感じですごいいろんな絵柄があったの。でも自分の好きなイラストレーターさんとか他いろんなインスピレーションを受けていろいろ試してた。その時は絵柄を1個に絞ろうと思ってなくて、いろいろ描いてみようと思って何も考えずに自由に描いてて、でこの活動を始めるにあたってやっぱり自分の絵柄を確立しないといけないなと思って、自分の今まで描いてきた絵を見て、例えば唇大きいの可愛いなとか、目をキラキラにしたら可愛いなとか、いろんな自分の好きな要素を合わせてとりあえず自分の絵柄を1個作った。でそっからいろいろ描いてった。でもね、いろいろとりあえず軸の絵柄を確立してそのままいろいろ絵描いてたら、やっぱりこうした方がいいな、こうしようとか思って自分の好きなようにカスタマイズされてって自分の好きな絵柄が確立されると思うから、とりあえず軸の1個を決めた方がいいかなと思います。パウダーおすすめ教えてください。パウダーはキャメイクが一番好き。キャメイクわかんない。キャメイクとあと中国のやつだっけ、なんだっけ忘れちゃった。貼るねここに。はい。でもパウダーあんましないかも。なんか光ってる方が好き、ツヤツヤしてる方が好き。アイカーリーとかビクトリアズ、サム&キャットって見てましたか？ Yes。 ごめんね見てた、めっちゃ見てた。アイカーリー、サム&キャットめっちゃ見てた。しかも地上波で、ディズニーチャンネルじゃなくて地上波で見てた。アリアナのやつでしょ、見てたし、梨型みたいな iPhone の梨型のパクリみたいなあるじゃん。あれめっちゃ欲しかった恋愛で病まない方法とか教えてほしいです。はなちゃんラブずっと大好きです。私もラブ。恋愛で病まない方法は依存しないこと、これだけ。私は恋人という時間を軸にしてなくって、友達もあるし自分の絵もあるし、その一環で恋人みたいな感じだから、そんなに恋愛に重きを置かない方がいいかなって思う。置いたら病んじゃうと思う。あと夜に考えすぎない。これマジで夜に考えすぎるの本当に良くないから寝てください。海外ガールを好きになった理由は？海外ガールが何か私もそんなによく分かってないんだけど、海外の主に欧米のカルチャーってかファッションが好きだから、それ調べてる時にインスタグラムで海外ガールっていうハッシュタグがあって、これ私にぴったりじゃんと思って海外ガールの絵を描き始めた。海外ガールっていう言葉を使い始めたっていう感じです。海外っていうか、まずそもそもテイラーも好きだし洋楽とかも好きだから、そういうのが好きかな。イラストを描くときに大事にしている世界観とかありますか？イラストを描くときはなんだろうな、いろんな色をごちゃごちゃ使うんじゃなくて、自分の好きなパレットみたいなのがあるんだけど、自分の好きなカラーパレットで描くようにしてるかな。あとは絵がごちゃごちゃにならないように一体感を出すようにしてる。あとレイアウトとかもすごく考えてしっかり下書きしてから描くようにしてる。絵は何で描いてるんですか？絵は iPad のプロクリエイトっていうアプリ、これは有料のアプリで2000円くらい多分するんだけど、それで描いてる。めっちゃいいよ。小さい頃から絵を描くのとか好きだったんですか？Yes。もともと両親がそういうイラスト関係、絵の関係、デザインとかそういうお仕事をしてて、小さい頃から絵がオプションに入ってたっていうか、絵は描くものみたいな、なんていうの、絵を描くのが好きだったね。でもね、私の場合はそういうなんていうのか、
こういう感じのなんかアートみたいなやつじゃなくて、どっちかっていうとやっぱりイラスト、似顔絵とか面白い感じが好きだったから、なんかこういうなんか油絵とか芸術っていう感じではなかったけど好きだったよ。でも死ぬほどうまいって言われてうまくない、別にうまくないんだけど、絵を描くのは好きだった。ポッドキャストでも言ってたメルカリを使う上でのコツを知りたい。また古着は買ったことないので、古着の良い買い方、選び方も教えてほしいです。ありがとうございます。これは一つの動画で作ろうと思ってるんだけど、自分の好きな服の形を知るっていうのが私は本当に大事だと思って。例えばこの首元の形、これ U ネックじゃん。あと V ネックとかボートネックとか、服の形の名前がいっぱいあるじゃん。それで古着は置いといて、メルカリだと検索できるわけよ。そうだから V ネックのなんとかみたいな。そしたら自分の好きな服の形を知ってたら検索するとすごくいいのが出てきたりするから、それをやった方がいいと思う。あとは生地とか、私あんまりブランドで検索しなくって、生地と形と服の清潔、綺麗さ、使い古し具合、なんて言うんだっけ、忘れちゃった。そういうブランドじゃなくて形とか生地とか、自分が本当に着ていいかっていうのを重きに置いてるから、ブランドはあんまり、ブランドで検索する時もあるけど、ブランドはあんまり見ないかな。古着の時も同じ感じ、形とか生地を見て買ったりしてる。4月から新社会人になる予定です。まだまだ学生でいたくて涙が出ます。いいじゃない。確かに大変だよね。学生って正直あんまり何も考えなくても進んでいく、レールがあってそれに進んでいくって感じだけど、社会人は大変だよね。私はあんまり社会人というか就職したくないので、こういう活動をして、ちょっとマイク移動させていい？はい、就職をしたくないから、こういう自分のイラストをやってお金を稼ぎたいと思ってるからやってるけど、社会人どうなんだろう。私は経験ないからあんまりアドバイスできないけど、でも学生よりもできることいっぱい増えると思います。大人だし、私も早く大人になりたいなと思ってるよ。だから頑張ってください。何かあったらまた教えて。パソコンのデコは全然してなくて、はいね、やばくない？なんかもうちょっとさ、可愛いやつにしたかったんだけど、これはよくわかんない牛みたいな、なんか威嚇するためにこうやって、でこの三角はパレスっていうブランド、ストリートブランドがあるんだけど、そのステッカーを2個ポンポンって貼ってる。ごめんね、こんなんで。はい、パレスがポイントです。はい、 OK。 アウトドアですか？インドアですか？インドアです。めちゃくちゃインドア。アウトドアの時はしっかり焼いていくけど、でもライブとかめっちゃ行くの。フェスとかライブとか好きだけど、でも基本インドアかな。スカートの長さで膝下だけど長すぎない絶妙な長さを探しているんですが、おすすめありますか？どういうこと？そうだ、スカートの長さで私が一番好き、最近めちゃくちゃハマってるのがミモレ丈っていうやつ。これはさっきメルカリのお話しした時にも言ったんだけど、好きな服の形を知るのがすごく大事だと思ってて、私はミモレ丈のスカートがすごく好き。ミモレ丈って検索したら Google でも出てくるし、メルカリでも出てくると思う。多分この子が言ってるのはミモレだと思う。だからね、こうやって自分の好きな服の形の単語を覚えたら結構な、調べるときにジャストで出てくるからおすすめだよ。化粧水、洗顔何使ってますか？持ってくるね。私さ、化粧水とかにあんまりお金かけてなくて、ちょっと見えてる。あんまりお金かけてなくて、洗顔はあんまり強い肌に待って
洗顔、スキンケアを選ぶにおいて一番大切にしてるのが肌に優しいもの。あんまり変な物質を肌に与えたくないから、できるだけあんまり何も入ってないやつを選んでんだけど、これは iHerb っていう、待って。これとこれは iHerb で買った。これわからない名前。わかんないけどめっちゃナチュラルみたいな感じ。これがクレンジングで。これめっちゃ好きなの。顔にシュッてやる。ローズの匂いがするスプレー。これもすっきりするから好きで。あとはメロの CC めっちゃ使ってる。メロの CC って本当に薬局、どこにでもあるじゃん。だからね、好き。スキンケアで肌が綺麗になったって感じたことってあんまりなくて。だから何でもいいかなって感じで、とりあえずメロの CC 使ってるけど、おすすめあったら教えてください。あんまりこだわりないです。毎日可愛いです。そんなことないよ、ありがとう。前髪を作ってた時とかってありますか？前髪はずっと作ってたの、実は。今もね、一応あるんだけど、ちょっと染めてるんだけど、前髪高校生の時はずっとあって、中学校3年生ぐらいの時に前髪切ってから高校生の間はずっとあったよ。なんならおでこ出すの怖かったもん。前髪ずっとあって、JK は全員持ってるみたいな感じの、全員は嘘だけど、コードレスのヘアアイロンあるじゃん。あれで毎日やってたからね。こうやってそれくらい前髪をすごく大事にしてました、高校生の時は。でも今は、正直前髪がめんどくさいっていうのがあって、最近はピッてやるのが好き。あと眉毛の形が最近なんかいい感じになってて、高校生の時に自分の眉毛あんま好きじゃなくて、でも最近はなんか眉毛いい感じだから前髪出せるようになって、今はそういう感じかな。 PC と骨格教えてほしいです。透明感あって素敵です。ありがとう。 PC パーソナルカラーだよね。パーソナルカラーわかんないんです、実は。ちょっと教えてほしい、本当に教えて、マジで。どう思う？リップは赤いのが好きなんだけど、チークはピンクが好きなの。これおかしいよね。ブルベイエベとかあんまり気にしたくなくって、自分の好きな色使ってるけど、教えて、知ってる人がいたら。あと骨格もわかんないけど、太り方的にはお腹にも全くウエストは残ってて、足に結構肉がつくタイプ。多分そういう特徴のある骨格あると思うから教えてください。はい、好きな言葉ありますか？好きな言葉は人生はキャッチ&リリース by Taylor Swift。 この言葉は胸に去るもの追わずという感じで生活してます。この言葉があったらね、結構でもいいしみたいな気持ちになれる。例えばなんか大きいチャンスを自分で一回手にしたけどなくなったとしても、その時の自分にそれは合わなかったんだなっていう風に思えるから、結構自分の中で楽になる言葉だと思ってるから、キャッチ&リリースっていう言葉を大切にしております。人の目が気になっちゃうけど何も気にしない人になりたい。いや、わかる。みんな多分そう思ってる。人の目気になっちゃうよね。でも私も YouTube やるときなんか知り合いに見られたらどうしようとかめっちゃ思ってたけど、やり始めたら全然気にならない。やってるしみたいな感じで、なんて言えばいいんだろう。やり始めたら気にならないから、やるまでの勇気は自分しか出せないから、やっぱりでもね、全員人に興味ないから大丈夫。全員興味があるのは自分だから、自分に一番興味があるから、あなたも自分のことを一番に考えてやった方がいいかなって思う。好きなヒップホップの歌手は誰ですか？これ日本外国わからないけど、ジュマディバとか大地山本とかが好き。あとハイパーポップも好き。わかる？ハイパーポップってやつ。ヒップホップとちょっと違うけどね。なんか海外のラッパーもあんま聞かないかもしれない。Favorite color pink, definitely pink. Yes. 赤も好き。赤とピンクが好き。黒も好き。でもやっぱピンクが一番好き。メンズの好きな髪型。これさ、言ったら惹かれる時ちょっとあんだけど、
坊主とロン毛2択。あんまりもちろんね K-POP みたいなマッシュみたいなマッシュもまあ素敵だと思うんだけど、私は金髪の坊主、色がついてる坊主がすごい好き。わかる？色がついてる坊主と、あとこのくらいのロン毛、長すぎたらちょっとやだけどこのくらいのロン毛2択です、はい、でもこれは私の親友が坊主とロン毛が好きって言い続けてて、それに影響を受けたっていうのもある。でもね、坊主好き、ロン毛も好き。海外ドラマや映画で好きな作品を教えてほしいです。海外ドラマは最近見てないけど、映画は Someone's Great っていう映画がすごい好き。元気がない時に見る。元気出るよ。めっちゃ好き。Netflix 限定だけどね。海外ドラマはユーフォリアが好きです。もうすぐシーズン3だっけ ?4、3シーズン3が来年か今年どっちかに出る予定だから、それを待っております。曲がすごい好き。あとはブレイキングバッドとか、ブレイキングバッド、ロスト、24、2000年代ぐらいの海外ドラマもすごい好き。海外ドラマめっちゃ長いじゃん。日本のドラマって割と10話とかで終わるけど、海外のブレイキングバッドみたいなやつはシーズンすっごいいっぱいあってめっちゃ好き。あとオレンジズニューブラックもめっちゃ好き。超おすすめあれ。どうやって素敵な音楽見つけてますか？私は熱烈な Spotify ユーザーなんですが、 Spotify で Discovery Weekly だ。毎週私の好きそうな曲を入れてくれるんだけど、それでよく見つけてる。てか結構ディグってる。 Spotify おすすめ。質問じゃないんですけど、インスタの髪の毛がいつも可愛くてセット方法教えてほしいです。これは波カールウェーブのやつのこと言ってるのかな。あれはストレートアイロンでグッ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 ってやってる。あんまり髪すごいこだわってるわけじゃないけど、あと三つ編みもすごい好き。 K-POP どのグループが好きですか？ K-POP 大好きなんですけど、普通にね、ブラックピンクのロゼちゃん、ブラックピンクはとりあえず好きで、あと女の子だったらステイシーが好き。ステイシーが好きだし、男の子だったら CIX っていうグループ、これはね言わせてほしいんだけど、歌がめっちゃ好きなの。メンバーごめんなさいなんだけど、メンバーはあんまり分からなくて歌が好きでよく聴いてる。あとアストロとモンスター X も好き。でもこれも CIX とアストロとモンスター X は全部曲が好き。テイラー好きなったきっかけ教えてください。テイラーはいつだろう、小学4年生3年生そのくらいの時にミュージックMTV を見ていて、 MTV で洋楽チャートっていうのでマインっていう曲があるんだけど、それが出てきてそっから好きになった。一番のきっかけはそれ。待って、小学3年生じゃないかも、小2とかわかんない、そのくらい。ハンナちゃんの恋愛観とか好きなタイプ聞きたい。好きなタイプは私のことめちゃくちゃ好きな人、超優しい人が好きで、恋愛観なんだろうっていう感じかな。でも彼氏一本とかには絶対したくなくって、生活の一部で恋愛があるっていう恋愛の仕方をしたい。嫌なことがあった時どうやって乗り越えているのか教えてほしいです。私は嫌なことといいことは交互に来ると思ってて、嫌なことは自分にとって意味があるって考えたら楽になるかもしれない。愛用香水教えてほしいです。愛用香水はこれ、ロエベのアノニモ7、7。サイプレスの香りがすごい好きで、サイプレスはヒノキみたいな匂いなんだけど、サイプレスはヒノキみたいな匂いで、これはヒノキっぽい匂いがめっちゃする。スパイシーな匂いも好きなの。白のスパイスオブライフっていう匂いを前まで使ってて、で最近このロエベの新しいやつにした。これめっちゃいい匂い。でも好き嫌い分かれると思う。アンナちゃんが生きる上で大切にしていることは、信じることを諦めないことかな。自分夢とかもそうだけど、信じる
なんか言霊とかも大事にしてて、自分が諦めたら絶対無理、なんかいけそうだな、無理そうだなって心の中で思ったら絶対そっち側に行くと思ってるから、強い信念を持つっていうのが一番大切にしてることかな。将来設計としてここまでにこうしたいっていうのがあるから、それを目標に今頑張ってるから、信じる、自分を信じて行動をやめないことを大切にしてるという感じで、死ぬほど質問答えました。こんな感じ、ありえないぐらい質問があってっていう感じで、めっちゃ疲れた息切れ。とりあえずという感じで全ての質問に答えました。全てじゃない、結構あったんだけど、同じ質問とかは1個の質問にしたりして割といっぱい答えたと思う。だからみんなちょっと私のこと知れたんじゃないでしょうか。新しいマイク使って自分の声を聞きながらやってるから、なんか喋ってて楽しい。なんかこの動画も聞き流しみたいな感じで聞いてくれたらいいなって思って。じゃあ次の動画でお会いしましょう。インスタグラム、ポッドキャスト頑張っておりますので、興味がある方は下のリンクから遊びに来てね。ポッドキャストは YouTube で公開してないおしゃべりもいっぱいあるから、よかったらチェックしてね。じゃあバイバイ。